じゃあ全員からサインももらえたところでさっさと検査を始めよバトルシミュレーター観測用制御卓の準備はすでに完了しているよ。う。 OK。 まずは被験体のみんなには2チームに分かれてもらう。最初のテストは被験体 A、被験体 C、被験体 E で行う。次に被験体 B、被験体 D。 ボルト、バトルシミュレーターに A、C、E の3人を案内して。了解。リトルローズハートさん、アズールアーシェングロットさん、ビルシェーンハイトさん、僕の後についてきて。残りの2人はこのままこの部屋で待機をお願いします。僕も席を外すけど、何かあったらドアの横の内線でスタッフにコールして。おい、所長代理さんよ。小腹が空いたら注文できる軽食のメニューくらい置いてねえのか。出た、レオナキングスカーラー。残念だけどそこになければないですね。たく、検査中に何でも好きなもの食べていいわけないだろ、ジョーコは。これだからどこまっちゃう。やれやれ、とんだことになりましたね。ああ、まったくだな。所長代理、連行した被験体 F の検査はどうなさいますか？医療班からはまだスリープ状態から覚醒していないとの報告が。被験体 F、グリムしか。あのモフモフに関しては不確定要素が多すぎる。使える魔法も他の5人とは比べ物にならないくらいしょぼいし、シミュレーターでテストしてもあまり意味なさそうなんだよな。とりあえずまだ寝かせておいていいよ。意識が戻ったら一応報告くだしゃ。了解。被験体 A、C、E、オルトとともにシミュレーションルームに入室。各種レーダー計測準備完了。2100記録を開始します。テスです。こちらオペレーティングルーム。こちらの声聞こえてます？こちらシミュレーションルーム、音声良好。テスト用魔力測定ギア各被験体に装着完了。ちょっとあんたたちだけで勝手に話を進めないでくれる？だだっ広い部屋に連れてこられたと思ったら大きなヘッドセットをかぶせられて何も見えないんだけど。一体僕たちに何をさせるつもりなんだい？まさか同士討ちをさせるつもりじゃないでしょうね。そんなことはさせないよ。今みんなに装着してもらったのは魔導 VR 用のヘッドセットさ。これから君たちには仮想空間で敵とバトルシミュレーションをしてもらう。仮想空間でバトルシミュレーション？ごちゃごちゃ説明するより体験してもらった方が早いな。ボルト、始めて。待ってください、イデアさん。さっき説明書は最後まで読めって言いましたよね。了解。バーチャルエネミーモードスタンバイ。ダイブスタート。作戦を開始する。なんて不幸せな人なんでしょう。いいチョイスよ。いいでしょう。おやすみ。サポーター展開。つまらない人今だ。なるほど、やりますね。お安くしておきます。いだこちらに任せる。青よろしい。わかった。どうしてほしい？攻撃対象者捕捉。退屈だね。パワーセーブオフ。ええ、真剣に考えた？さ
サポートサポートあん全たにはもったいない適かしら切に対処シーズン開やっつけ勝負だ。手は抜かない。許可しさあ見てなさい。見ていられないね。もったいないかしら。ほら気を緩めるな。手は抜かない。これは大健闘でしたね。第1テスト完了。シミュレーター内で被験体のクールダウンを開始します。被験体 A、C、E バイタル正常、プロット蓄積量すべて正常値内です。まあ大体予想通りのステータスって感じですか。でも次のテストではどう数値に変化があるか。バトルシミュレーターとラケシスシステムの同期完了。第2テストいつでも開始可能です。じゃあサクサク次のフェーズに行こう。オルトお願い。了解。バーチャルエネミーモードスタンバイ。ダイブスタート。ここは大食堂。僕たちは一体何を。ああ、ここにいたんだね、ロア・ドゥ・ポワゾン。リドルも一緒だったんだな。そろそろ寮長会議が始まるぞ。アズール、今日の会議で議題にするとおっしゃっていた件、資料をお持ちしました。どうしたんだい3人とも。狐につままれたような顔をして。俺たちの顔に何かついてるか？いえ、なんでもないわ。行きましょう。ビル、いけないよ。そんなに無防備に背中を見せては。ルーク、突然何をするの？ジェイド、トレイ、どういうつもりだい？お忘れではないかな。この学園の生徒は全員寮長に挑む権利を持っている。学園長にはすでに決闘の申請を出してあります。あんたたち、私たちを倒して寮長になろうというの？私はね、ビル、美しいものが好きなんだ。だから一度醜い行為に手を染めた君を美しき女王の椅子には座らせておけないのさ。始めよう、狩りの。へえ、いい度胸が終わりだね。ええ。さあ見てなさい。シーズン、逃げてもいいんですよ。魔法はこう使う。いいんです。いいチョイスよ。いいチョイスよ。あんたに覚悟はいいか？あんたにはもったいない。準備いいか？光栄に思いなさい。はあ、これはどう？そうだね。いいでしょう。罠にかかった力になりますよ。よそ見か。優雅さが足りないな。今だ。優しくします。なるほど。お安くしておきます。トレビアン、よそ見か。おしまいにしよう。ほら、いいチョイスよ。見ていられないね。としろよ。醜い。準備いいか？静か。本気で行くぞ。これは大健闘でしたね。第2テスト完了。シミュレーター内で被験体のクールダウンを開始します。被験体 A、C、E バイタル正常、プロット蓄積量増加を確認。68% 解析完了。ラケシスシステム同調率低下。残り 5%。4、
3、2、切断します。シミュレーター内でのクールダウンを全工程完了しました。被験体をヒーリングルームへ移送します。はい、よろしく。それが終わったら次は被験体 B、D をシミュレーションルームへ案内してくれる？了解。名門ナイトレイブンカレッジの寮長の保有ステータス一覧、興味深いですな。僕も今そっちのデータを覗いてるけど、すごく面白い結果が出てるね。各被験体の計測数値をモニターに表示。おお、だいぶブロットの溜まり具合に差が出てるね。ですな。まずリドル氏だけど、とにかく魔法の発動スピードが爆発的に速い。魔力保有量も同年代の魔法師からは頭一つ抜けてる。幼少期から英才教育を受けてるスポーツ選手と同じで、物心つく前から特殊な訓練を積んで人為的に魔力量を引き伸ばされてる。じゃなきゃこの数値は出ない。エリートというよりアスリートって感じ。彼はバトルシミュレーション中も判断に迷うと魔法の出力を上げて押し切る傾向にあったよ。押し切れるパワーがあるからいいけど、効率は悪め。それに出力に比例してブロットの蓄積量もかなり多い。解析データを見ると外的要因によってメンタルに影響を受けやすいみたいだ。第2テストでのストレス負荷が明確にブロット量に影響してる。魔法性能は優秀でも体力面と精神面が脆い。攻撃力が高いけど防御が神なピーキーステータスか。もしリドル氏が MMORPG に異世界転生したらジョブは遠隔アタッカー一択ですな。ピーキーというならアズール・アーシングロッドさんも面白い検査結果が出てるね。アズール氏は魔法の発動スピードは遅めだけどコントロールは的確。ガンガン数を打って前に出るリドル氏に比べると周りを見て補助に回る選択をしていることが多い。よく言えば落ち着いてて効率いい。悪く言えば他人を盾に時間稼ぎしてる。ということは一歩後ろから全体を見て立ち回るヒーラー系のジョブが最適かも。全文同意。メンタルの立て直しが早めなのもサポートジョブ向きのステータス。でも使える魔法の多彩さに比べて魔力保有量が追いついてないみたい。だからこそじっくり使いどころを練る傾向にあるんじゃない？魔力保有量の少なさを頭の回転の速さで補ってるとでも言うのかな。ユニーク魔法も魔法道具を一回噛ませたりしてて特殊だし、アズール氏はとにかく身長第一って感じ。リドル・ローズハートさんとは真逆の立ち回りだね。言えてる。で最後にビル氏だけど、いやー安定してますな。魔力保有量、具現速度、魔法威力、全ての数値が高い水準を保っているよ。特別尖った性能ってわけじゃないんだけど、攻撃も防御も苦手がない感じ。確かビル氏はナイトレイブンカレッジに入るまで専門的な魔法教育を受けていなかったはずだけど、それを思えばなかなかの数値でござるな。体力面も精神面も安定していて、ストレス負荷によるブロット量への影響が少ない点にも注目したいね。これは絶対にタンクを務めてほしいステータス。わかる。タンクは先頭に立って敵と対峙しつつも冷静な判断でパーティーを導かないといけない。ビル・シェーンハイトさんにぴったりのジョブだ。ビル氏のユニーク魔法フェアレストワンオブオールは持続型のデバフだから保有魔力量が多めで、発動から消滅までの時間が長いのもポイント高い。本人と一緒にネトゲするのは嫌だけど、この3人がキャラクターとして登場してるゲームなら楽しくやれそうっすな。ヒヒ。連れて行かれた3人、一体何をされているんでしょうね。虫か。別に構わないが。あのカイワレ大根喋りすぎだ。え？カイワレ？ああ、イデヤ先輩のことですか。言われてみれば学園にいる時より口数が多い気がします。というかイデヤ先輩は寮長会議にもほとんど顔を見せないので、あくまで印象論ですが。そういうこっちゃねえよ。
ステュークスは秘匿された組織のはずだろう。守秘義務契約にサインさせたところで人の口に戸は立てられねえもんだ。理性を失ったファントム相手ならまだしも、俺たち相手にイデアは情報を漏らしすぎている。なるほど、確かに。それに俺たちを連れ去る時にも、あのカローンとかいう鎧がかなり派手に学園で暴れていやがった。そうですね。スマホで動画などを撮影し拡散している生徒もいるかもしれない。情報を規制する方法について考えられるパターンはいくつかあるが、嘆きの島に連れ去られて帰ってきた魔法師はいない。被験体 B レオナ・キングスカラーさん、被験体 D ジャミル・バイパーさん、検査を始めるよ。僕についてきて。はいはい、お手柔らかに頼むぜ。被験体 B、D、オルトと共にシミュレーションルームに入室。各種データ計測準備完了。ふたふた00、記録を開始します。テスト用魔力測定ギア各被験体に装着完了。それじゃあ被験体 B、D の第一テストを始めるよ。了解。バーチャルエネミーモードスタンバイ。ダイブスタート。作戦を開始する。力と牙以外にも戦う術はある。はいはい。サポートする。悪い。抵抗に注意しろ。こいつ誘導する。始めようか。サポートはなる。支援する。適切に対処。踊れ。私が抑える。かかってこい。火だ火だ。始めようか。サポート展開。俺を見る。被弾。そら。それ。正解だ。サポーター展開。俺を見る。懲らしめビーム。そら。俺もそうする。サポートー展開。受けてた。ほら、すべてうまくいっただろ。第一テスト完了。シミュレーター内で被験体のクールダウンを開始します。被験体 B、D、バイタル正常。ブロッド蓄積量すべて正常値内です。ラケシスシステム同期完了。第2テスト準備完了しました。はーい、じゃあ次行ってみよう。了解。バーチャルエネミーモードスタンバイ。ダイブスタート。学園の植物園。おーい、レオナさん。ジャミル！やっと見つけた。置いていかないでくれよ。悪い、カリム。レオナさん、魔法薬学のレポートの提出期限今日までっすよ。今回は絶対に提出させろってクルーエル先生に。うわっ！レオナさん、何すんすか？すげえな。よくできてる。俺の頭の中に干渉して記憶の中からこのラギーの映像を作り出してんのか。一体何を言って。
油断したところを後ろからドカンとやろってんだろ。そうはいくかよ。ああ、なるほど。やはりそういうことですか。これがブロッド蓄積量を測るための検査だと考えると、この後俺たちが動揺しそうな言葉を投げかけ、精神に揺さぶりをかけるという計画だったのでは。確かによくできてます。ジャミル、どうしたんだよ、急に怖い顔して。んじゃさっさと検査とやらを終えようぜ。はい。ここは俺の縄張りっす。力と牙以外にも戦う術はある。始めようか。なんてサポートはなる。こっからどうする？ほらまだまだ。さあどうだ。さらにもう一発。ああ、はいはい。無理はすんなよ。見せてやるよ。なめんなよ。退屈させんな。考えたな。奇策を取ろう。サポートは慣れてる。俺を見ろ。どうだ。とっておきだ。ほら食らえ。考えた。俺もそうする。無理はすサポんなよ。ートは慣れてる。おい。いいか。こういうこともできるんだぜ。とっておきだ。正解だ。だって油断大こっ敵っす。からどうすんだ。ほっさあどおうだ。まぬけさん。俺に勝てると思ったのか。いや、早い早い。二人ともシステムの構造に気づくの早い。レオナ氏、さては夢の中でもこれ夢だなって秒で気づくタイプでしょ。つまんないなぁ。ジャミル氏もストレス負荷がほとんど数値に影響してない。なんでオーバープロットしたんだこの二人。あとビル氏。ラケシスシステム同調率低下。残り 5%。4、3、2。切断します。シミュレーター内でのクールダウンを全工程完了しました。被験体をヒーリングルームへ移送します。ふたふた45。テストの全工程を終了しました。モツです。データのバックアップが終了したら各自上がって。了解。全被験体をヒーリングルームへ移送完了したよ。みんなよく眠ってる。お疲れ様、オルト。兄さんもお疲れ様。レオナ・キングスカラーさんとジャミル・バイパーさんのテスト結果は？計測完了してるよ。今モニターに表示する。うわあ、どちらも優秀な数値だね。レオナ氏は腐っても王室関係者っすな。幼少期から高度な魔法教育を受けてるのが如実にわかる。魔法の発動スピードも魔力保有量も非常に優秀。中でも出力の微調整がピカイチで、敵の攻撃威力に合わせて繰り出す防衛魔法はお見事。魔力の無駄遣いが少ない。つまり無駄なブロッド蓄積も少ない。ストレス負荷によるブロッド蓄積値に大きな変動がないのもポイントが高いね。でもこれに関しては何とも言えないっすな。レオナ氏が外部要因から来るピンチに強いのは分かったけど、内部から来る怒りや悲しみの感情に強いかどうかは今回は計測できてない。なるほど。精神面が安定傾向にあるからこそ、大きく感情に波風が立つとき、爆発的にブロッドの蓄積量が増える可能性もあるのか。レオナ氏もビル氏と同じくタンクのジョブを務めてほしいステータスをしておりますが、本人の性格が
リーダー職とも言われるタンクに全く向いてないのは置いといて、みんな性格と最適ジョブが絶妙に噛み合ってないところが SSR 前代未聞の問題児っぽさ満載。ワロス。じゃあジャミルさんはゲームならどんなジョブに就くのがいいかな？ジャミル氏はどのジョブでもそれなりに立ち回れそうなんだけど、傾向としてはアズール氏と似たタイプですな。速度よりも効率に重点を置いてる。プロフィールを見るとジャミル氏もナイトレイブンカレッジに入るまでは専門的な魔法教育は受けてない。ガス欠を恐れてるのか、常に魔力残量を気にして立ち回ってる感じがある。兄さん曰く、よく言えば落ち着いてて効率いい、悪く言えば他人を盾に時間稼ぎするタイプか。ただ防衛魔法の発動だけはかなりスピーディーで的確。カリム氏の護衛役だからそこに特化してるとか。じゃあタンクをサポートする近接アタッカーかヒーラーが最適ジョブかもね。ですなぁ。初心者向けジョブと思いきや結構立ち回り難しくて上級プレイヤー向けのやつ。誰が実装されてもジョブレベルを上げるのが楽しいゲームになりそう。 RPG ゲームナイトレイブンクエスト。悪くないかもね。いいなあ、そのゲーム僕やってみたい。オープンワールドでさ、まず最初に7つの国があって。いやいや、オープンワールドってうちわ向けネタなのに開発コスト高すぎか。64キロビットのロムカセットなら考えてもいいけど。兄さんならサクッと作れちゃいそうだけどな。まあね、でもめんどくさいからやんない。ねえ兄さん、今度マッスル紅さんとやってる MMORPG に他の寮長さんたちを誘ってみたら？いや無理。急にどうした？ゲームなんて興味ないメンツばっかりでしょ。それにステュークスに関わった人間は例外なくレテの川を通る。レテの川は記憶からもデータからも僕たちの存在を消すことができるシステム。外界の生きてる人と親睦を深めようなんて考えるだけ無駄だよ。どうせいずれ全部なかったことになるんだから。